こんにちは、シャーロットです。今回はメンタルが回復しない人の特徴と対処法10選をお伝えします。この動画を見るとメンタルの不調が続き、なかなか回復しない人の考え方や行動の特徴、そしてそれを改善するための対処法がわかります。私、シャーロットは数年前に仕事やプライベートの問題からうつ病などメンタル疾患を発症し、2度の休職も経験しました。私はこうした経験の中で精神科クリニックのデイケアで知り合った方々や自分自身の変化などメンタルが回復する人、回復しない人の特徴を詳しく見てきました。この動画ではこの体験をもとにメンタルが回復しない人の特徴とその対処法を10個厳選してお伝えします。それでは早速始めましょう。まず、メンタルが回復しない人の考え方の特徴。一つ目は、自分の人生ではなく人の人生を生きている、です。これは自分の本当の気持ちや願望ではなく他人の期待や要求に応えることを優先するあまり自分自身の人生を生きることができていないということです。例えば親や先生、上司や友人などの意見をそのまま受け入れて自分が好きではない、得意でない勉強や仕事を選んだり、自分以外の価値観や信念に従って不得意な環境に居続けたりすることです。自分の人生ではなく人の人生を生きていると自分の本質や個性を否定したり抑圧したりすることになります。その結果自尊心や満足感が持てなくなりメンタルの回復が遠のきます。ではこのような人はどうすればいいでしょうか。明日からすぐできる対処法は自分の人生の目標や方向性を見出すです。人生の目標や方向性を見出すことにより自分の本質や個性に沿った選択や行動ができるようになります。そして人生の目標や方向性を見出すには次のようなステップで取り組んでみましょう。自分の好きなことや得意なことをリストアップする。自分の価値観や信念を明確にする。自分の夢や目標を設定する。これらにより人の人生ではなく自分の人生を生きることでメンタルの回復につながります。メンタルが回復しない人の考え方の特徴。二つ目は常に自分と他人を比較している、です。これは自分の能力や成果、容姿や人間関係などを他人のそれと比べて劣っていると感じたり優越感を得たりするということです。このように自分を他人と比較し続けていると、自らの個性や感情を無視したり、嫉妬や劣等感、傲慢や自己満足に陥ったりする可能性があります。その結果、自尊心や愛情が失われ、メンタルの回復も難しくなります。では、どうすればいいでしょうか。明日からすぐできる対処法は、自分自身の強みや魅力を見つける、です。自分自身の強みや魅力とは自分のアイデンティティとなる能力や特徴のことです。自分の強みや魅力を見つけることにより自らの価値や存在意義を認識したり自信や誇りを持ったりすることができます。そして自分の強みや魅力を見つけるには次のようなステップで取り組んでみましょう。自分の過去の成功体験や褒められたことを思い出す。自分の性格や特徴を分析する。自分の強みや魅力を生かす方法を考える。これらにより自分の強みや魅力を見つけ、生かしていくことでメンタルの回復につながります。メンタルが回復しない人の考え方の特徴。三つ目は、自分にも他人にも厳しい、です。これは自分や他人に対して過度な期待や要求を抱き、それに応えられないと責めたり、批判したり、否定したりするということです。自分にも他人にも厳しいとミスや失敗を許せなくなり、ストレスや不満が高まります。また、自己肯定感や人間関係が損なわれます。このような状況になると、メンタルの回復は遠のいていきます。では、どうすればいいでしょうか。明日からすぐできる対処法は、自分にも他人にも幅を持った中庸で応じる、です。幅を持った中庸で応じるとは自分や他人に対して極端な期待や要求を抱かず、それに応えられなくても過剰に反応しないということです。また自分や他人の状況や感情に応じて柔軟に対応したり、調整したり、協力したりするということも含みます。
こうすることで自分や他人の対応や結果を柔軟に受け止めることができ、ストレスや不満が緩和されます。そして自分にも他人にも幅を持った中庸で応じるには、次のようなステップで取り組んでみましょう。異なる視点や考えを聞いたり、理解しようとしたり、尊重したりする。良い点や長所を見つけて褒めたり感謝したりする。結果だけでなく取り組みの過程に着目する。これらにより自分にも他人にも幅を持った中庸で応じることでメンタルの回復につながります。メンタルが回復しない人の考え方の特徴。4つ目は、すべて0-100思考で捉えている。です。これは物事を極端に良いか悪いか、成功か失敗か、完璧かダメかという二極化した視点で考えているということです。0-100思考で捉えていると、自分や他人に対して過度な期待や要求を抱き、現実とのギャップに苦しむことになります。また、短所や失敗にばかり目を向けることになります。その結果、自己肯定感や人間関係が損なわれ、メンタルの回復も難しくなります。では、どうすればいいでしょうか？明日からすぐできる対処法は、0-100思考ではなく、グレー思考で捉える、です。グレー思考とは、物事を中間的な視点で捉えるということです。例えば、自分の成果を評価するときには、成功か失敗かではなく、どこが良かったか、どこが改善できるかということを考えるということです。また、完璧かダメかではなく、長所と短所の両方を認めるということです。そして、グレー思考を身につけるには、次のようなステップで取り組んでみましょう。一面的な判断をしないで、多面的な分析をする。完全に肯定したり否定したりするのではなく、長所と短所を受け入れる。結果だけでなく、過程も含めてバランスよく見て評価する。これらにより、0-100思考ではなく、グレー思考で捉えることで、メンタルの回復につながります。メンタルが回復しない人の考え方の特徴。5つ目は、変えられない過去を悔やみ、わからない未来を悩む、です。これは自分の過去の失敗や後悔、未来の不安や恐怖にとらわれて、現在の自分の状況や可能性に目を向けられないということです。過去を悔やみ未来を悩んでいると、自信や自尊感情が低下し、また現在の自分に必要な行動や判断を見誤ることになります。このような状況になると、メンタルの回復が遠のいていきます。では、どうすればいいでしょうか？明日からすぐできる対処法は、過去や未来ではなく、今に集中する、です。今に集中するとは、自分の現在の感情や思考、行動や環境に意識を向けるということです。そして、今に集中するには、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分の五感や周囲の音、香り、景色などに気づき、今この瞬間を感じる。現在の自身の感情や思考を客観的に観察し、受け止める。周囲の人の気遣いやサポートに意識を向け、感謝の気持ちを持つ。これらにより、過去や未来ではなく、今に集中することで、メンタルの回復につながります。次に、メンタルが回復しない人の行動の特徴と、その対処法について見ていきます。メンタルが回復しない人の行動の特徴。一つ目は、不規則な生活をしている。です。例えば、夜更かしや昼寝をしたり、食事が偏ったり、過食したりすることです。また、運動不足や過度な運動をしたり、タバコやお酒などの嗜好品に頼ったりすることです。不規則な生活をしていると、体のリズムやバランスが崩れて、体調や免疫力が低下します。また、脳の働きやホルモンの分泌にも悪影響を与えます。このような状況になると、メンタルの回復が難しくなります。では、どうすればいいでしょうか？明日からすぐできる対処法は、自分に合った生活リズムを見つける、です。自分に合った生活リズムを見つけるとは、睡眠や食事、運動などの生活習慣を自分の体や心の状態に合わせて調整するということです。自分に合った生活リズムを見つけるには、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分の生活習慣を記録する。自分の体や心の反応を観察する。専門家や主治医のアドバイスをもとに自分の生活習慣を改善する。
これらにより自分に合った生活リズムを見つけることでメンタルの回復につながります。メンタルが回復しない人の行動の特徴。二つ目は、外の空気を吸ったり、日の光を浴びたりしない。です。これは家に閉じこもったり、人と会わなかったり、外出を避けたりすることです。外気に含まれる酸素やマイナスイオンは、呼吸や血液の流れをスムーズにするなど、健康にプラスの影響を与えます。また、日光はビタミン D やセロトニンなどの必要な物質の生成を助け、骨や神経の健康を維持します。こうした外気や日光に触れる機会を失っていると、メンタルの回復は遅れていきます。では、どうすればいいでしょうか。明日からすぐできる対処法は、自然や社会とのつながりを深める、です。自然や社会とのつながりを深めるとは、家から出て、外の空気や日光を感じながら、人や動物や植物と触れ合うということです。そのためには、次のようなステップで取り組んでみましょう。家族やペットと一緒に公園や森林など緑豊かな場所に行く。散歩や買い物などの際、街の風景や人々の表情を観察する。趣味やボランティアなどの活動に参加して新しい人や環境に出会う。これらにより自然や社会とのつながりを深めることでメンタルの回復につながります。メンタルが回復しない人の行動の特徴。三つ目は、体を動かさない、行動しない、です。これは、運動や趣味、勉強や仕事などの活動をせずに、ずっと寝たり、テレビを見たり、スマホをいじったりするということです。体を動かさないと、筋力や柔軟性、代謝などが低下し、肥満や生活習慣病のリスクが高まります。また、無気力や孤独感などが強まります。このような状況になると、メンタルの回復は遠のきます。では、どうすればいいでしょうか。明日からすぐできる対処法は、体と心に優しい活動をする、です。体と心に優しい活動をするとは、自分の好みに合わせて、運動や趣味、勉強や仕事などの活動を試してみるということです。そして、こうした活動をするには、以下のようなステップで取り組んでみましょう。運動や趣味などの楽しみを見つけて、自分のペースで取り組む。仕事や勉強などの目標や目的を柔軟に見直して、やりがいを見出す。新しいことを気軽に試して、自分の可能性を広げる。これらにより、体と心に優しい活動をすることで、メンタルの回復につながります。メンタルが回復しない人の行動の特徴。四つ目は、身の回りの掃除や整理をしない、です。これはゴミや汚れを放置したり、物を散らかしたり、服や書類をしまわなかったりすることです。身の回りの掃除や整理をしないと、例えば気分が沈んだり、集中力が低下したり、自己管理能力や自尊心が低下したりします。このような状況になると、メンタルの回復は難しくなります。では、どうすればいいでしょうか。明日からすぐできる対処法は、自分の空間を整える、です。自分の空間を整えるとは、部屋や机、クローゼットなどの身の回りのものを掃除したり、整理したりすることです。そして、このためには、以下のようなステップで取り組んでみましょう。自分の部屋や机、クローゼットなどがどのような状態になっているかを確認する。自分の空間をどのような色やテイストに整えたいかをイメージする。イメージに合わせて、部屋や机、クローゼットなどの区分ごとに少しずつ整える。これらにより自分の空間を整えることでメンタルの回復に近づいていきます。最後、メンタルが回復しない人の行動の特徴。5つ目は、体調や病気のことを一日中悩んでいる、です。これは自分の体調や症状、治療法などについて常に心配したり、調べたり、話したりするということです。このように体調や病気のことを一日中考えていると不安や恐怖が増幅され、ストレスホルモンが分泌されるなど、体や心に様々な悪影響が出ます。また、他のことに興味や関心が持てなくなります。このような状況になると、メンタルの回復は遠のきます。では、どうすればいいでしょうか。明日からすぐできる対処法は、今現在目の前のことに集中して取り組む、です。今現在目の前のことに集中して取り組むとは、目の前にある仕事や勉強、趣味や遊びなどに集中して取り組むことです。
これにより不安や恐怖が緩和され、ストレスホルモンが減少します。また、興味や関心の幅を広げることができます。このように、今現在、目の前のことに集中して取り組むことで、メンタルの回復につながります。以上、メンタルが回復しない人の特徴と対処法10選について、私の経験をもとに、できるだけ具体的にお伝えしてきました。皆様にとって少しでも役に立つな、という点がありましたら、幸いです。今後もメンタルに役立つ様々な情報をお伝えしていきますので、タイトル右下のチャンネル登録ボタン、左下のいいねボタンをクリックいただけると嬉しいです。また、今後、こんな動画をアップしてほしい、というものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、皆様が少しでも穏やかで心地よい日々が過ごせますことを、お祈りいたします。本日は本当にありがとうございました。